日はパイナップル蒸しパンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、パイナップル蒸しパンを作っていきたいと思います。今回はですね、手軽にパイナップルの缶詰を使って作っていきたいと思います。パイナップルがゴロゴロ入っていてすごく美味しい蒸しパンになります。作り方にもところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、パイナップルの缶詰、缶詰のシロップ、牛乳、卵、サラダ油。今回はこちらの材料で作っていきます。まず今回ですね、パイナップル蒸しパンということで、こちらパイナップルの缶詰を2スライス使っていきます。そして今回はですね、缶詰のシロップも使っていきます。続いて卵に関してなんですが、今回は M サイズを使います。こちらは L サイズを使っていただいても OK です。そしてあとはサラダ油も使用していきます。油分を加えていただくことで蒸しパンがとてもしっとりとした仕上がりになります。こちらはお好みで米油で代用していただいても OK です。ただオリーブオイルを使うとオリーブオイルの香りが強いので、香りとあとは癖のない油を使っていただくのがおすすめです。そして今回はですね、8号サイズの紙カップとあとは8号サイズのシリコンカップを使って作っていきます。この紙カップなんですが、紙カップはね、100円ショップのキャンドゥさんで購入したものになります。こちら両面シリコン樹脂コートされているくっつかないタイプの紙カップになります。このカップを使っていくんですが、この1枚だけだと生地を入れていく時にこのようにカップが広がってしまいますので、それを防ぐために同じ大きさのシリコンカップの中に入れて使っていきます。もしね、こういった紙カップが用意できない場合はシリコンカップに直接生地を入れていただいても大丈夫です。あるいはこういったシリコンカップの用意がない場合は小さめのねココットの中に容器を入れて、そして作っていただいても OK です。その場合は必ず耐熱性のものを使用するようにしてください。この容器の準備はですね、必ず生地を作る前に行ってください。ということで早速作っていきたいと思います。はい、それでは早速作っていきます。まずはじめにパイナップルをね切っていきます。まず半分に切って、そして重ねます。で残りもね同じように切ってください。小さめにねざく切りにしてください。パイナップルはこのようなざく切りにします。それでは続いて生地を作っていきます。まずここに卵を割り入れましょう。そして最初にね卵だけをよく溶きほぐします。材料はね一つずつ加えて、その都度よく混ぜるようにしてください。そうするとねしっかり生地が馴染んでふっくらと膨らむ蒸しパンになります。生地のね混ぜムラがあると膨らまない時があるので、きちんと混ぜるようにしてください。そうしましたら続いてここにサラダ油を加えます。そしてよく混ぜましょう。分離しないようにね手早く混ぜてください。だいたい30秒くらいですね、しっかり混ぜましょう。それでは続いてここに牛乳を加えます。そしてよく混ぜます。こちらも同じようにねだいたい30秒くらいしっかり混ぜてください。それでは続いて缶詰のシロップを入れていきます。はい、今回はホットケーキミックスのほんのりとした甘さと、あとはこのねシロップの甘さで味付けしていきます。甘さがちょっと足りないなと思ったら次回作る時にお砂糖を加えて甘さを調整してみてください。そしたらよく混ぜましょう。よく混ざったら続いてここにホットケーキミックスをふるって加えます。ホットケーキミックスはね比較的ダマになりにくいんですが、このように一度ふるっていただいた方がね生地の馴染みが良くなるので、できればねふるってください。そしてよく混ぜます。この時ね最初に思いっきり泡立ててしまうと粉がね周りに飛び散ってしまいますので、最初はね優しく混ぜてください。はい、このように混ざれば OK です。今生地の硬さはこのぐらいです。タラタラタラっとつながって流れ落ちるぐらいの生地の硬さになります。それでは続いて生地の中にパイナップルを3分の2だけ入れていきます。残りの3分の1は最後ね上に乗せていくので、ちょっとね残しておいてください。加えたら混ぜましょう。はい、生地はこれで完成です。それでは続いて容器の中に入れていきます。今回はねパイナップルもあるので、ちょっとバランスを見ながらスプーンですくって入れていきたいと思います。よいしょ。だいたい8分目から9分目ぐらいまで入れてください。
はい、こんな感じに入れていきます。それではね、残りも同じように生地を入れていきましょう。はい、このようにね、容器の中に入れてください。今回は8号サイズのカップで7個分になります。こちらは目安にしてみてください。そしたら最後ですね、こちら残しておいたパイナップルを上にのせます。そうするとね、仕上がりの見た目が可愛くなると思います。はい、このようにのせてください。それでは今からこちらをフライパンで蒸していきます。それではフライパンを用意してください。今回は28センチのフライパンを使っていきます。ここに底からだいたい1センチほどの水を注ぎ入れます。そして火にかけましょう。火にかけたらこのまま沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したら一度火を止めます。で、火を止めるとね、フライパンから熱い蒸気が上がってくるので、この蒸気でやけどしないようにだけ十分に注意してください。そしてこの中に容器を入れます。この時もね、やけどに注意しましょう。ここに入れたらもう一度火にかけて再沸騰させてください。火加減は今中火で OK です。このようにクツクツしてきたら蓋をします。そしてこのまま中火で10分蒸してください。火加減はこのぐらいの中火です。はい、10分経ちました。火を止めます。蓋を開けましょう。はい、このようにふっくら膨らんで美味しそうに仕上がってます。最後はですね、竹串で真ん中を刺して、この時に生の生地がついてこなければ OK です。そしたら取り出してください。取り出す時もですね、結構熱いのでやけどしないように取り出してください。すぐ取り出すのがね、ちょっと怖いなっていう時はある程度ね、粗熱を取ってから取り出してください。で、あともう1点ね、伝え忘れたんですけれども、蒸している最中にこの下のお湯がなくなりそうになった場合は、途中で蓋を開けてお水を入れて、そしてまた蓋をして蒸し続けてください。空炊きにならないようにだけ注意しましょう。それでは取り出します。はい、取り出しました。あとはこのね、シリコンカップからも取り出してください。で、この時もね、結構熱かったり、あとはね、シリコンカップの中に熱々のお湯が入ってる時があるので、やけどしないようにだけ十分に注意して取り外してください。で、この場合もね、少し冷ましてから取っていただいてももちろん大丈夫です。こんな感じでね、美味しそうに仕上がりました。このまま熱々の状態で召し上がっていただいてもいいですし、冷ましてから食べていただいても OK です。あとはね、こちらね、冷やしていただいてもすごく美味しいので、ぜひね、3パターン召し上がってみてください。はい、これでパイナップル蒸しパンの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね、パイナップルがたっぷりで美味しそうに仕上がってます。ではね、一つ剥きたいと思います。中はこのようにね、すごくふわふわに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。パイナップルがいっぱいですね。いただきます。パイナップルの果汁のジューシーさと、あとは少し甘酸っぱい感じがすごく美味しいです。そしてね、この生地もふわふわに仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のパイナップル蒸しパンのポイントです。まずパイナップルなんですが、今回は缶詰を使用してます。こちらは生のパイナップルを使っていただいても OK です。その場合ね、シロップがないと思いますので、シロップを入れない代わりにお砂糖を加えて作ってみてください。その場合はだいたいね、40g から 50g ぐらいを目安にしていただくといいかなと思います。今回の蒸しパンの甘さに関してなんですが、パイナップルのシロップと、あとはホットケーキミックスの甘さだけで作ってます。なので生地自体はね、ちょっと甘さ控えめになってます。もしもっと甘くしたい場合はプラスでお砂糖を加えて作ってみてください。だいたい大さじ1杯か2杯ぐらいがね、いいと思います。ただですね、パイナップルの甘みもあるので、ちょうどね、パイナップルの甘さも引き立って美味しいので、まずはね、このまま作っていただいてもいいかなと思います。そして生地を作る時のポイントなんですが、生地を作る時は混ぜムラがあると膨らまない原因になったりしますので、必ず1個ずつ加えてその都度よく混ぜてください。そして生地がね、全部出来上がったらパイナップルの3分の2を生地の中に入れてください。残りの3分の1は容器の中に生地を入れて、その上にトッピングするように残しておきましょう。そうするとね、このように可愛い仕上がりになります。あとはね、フライパンで蒸すだけなんですが、蒸す時はですね、フライパンの底から1センチぐらいのお湯を沸かして、そこに容器を並べて蓋をして中火で10分蒸してください。もしね、沸騰している最中にお湯がなくなってしまいそうになった時は、空炊きになる前に必ずお水を追加して蒸し続けるようにしてください。で、あとは
はですね、出来上がったら竹串を一度刺して生の生地がついてこないかだけチェックしてみてください。もし生の生地がついてくる場合はもう少し蒸していただけたらと思います。材料お手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はパイナップル蒸しパンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。